的に乗りいただいているのは双湾開発部の虫谷康則さん、はい、FF だろうが AWD だろうがやっぱりもうそこに走りの味って松田のらしさっていうのが出てきますんで、今回虫谷さんがどういう AWD を、作ってきてくれたのかとすごい期待しているんで、早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ここで曲がりますね。そうですね、入っていくんですよね。これが入っていくとか、フロントがちゃんと下が効いて入っていく。やっぱ全然この余裕感が違いますね。でなんか四輪のグリップがものすごく上がったような感じ、はい、そうですね。その錯覚ですよね。そういうことか。振動もなかったですよね、はい、で今アクセル踏んだらちゃんとリアがスーッといって、そうですね。あとさっきちょっとここのコーナーは割とフロント滑らす、リアもちょっと若干滑るぐらいの速度にしてみたんですけど、それが両方とも抑えられてる。今ぐらいのスピードでも実はフロントは滑ってるんですよ、はい、でフロント滑ってるんですけど、吉岡さんはアクセルをずっと上げ続けてましたんで、はい、あ、この人は曲がりたい、向こうの進行方向に行きたい、はい、でアクセルを増幅すればするほど滑ってるんですけど行きたいと判定したら、リアのトルクをモリ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 かけてって曲げをサポートします。なるほどなるほど。それシーンシーンで予兆してて、滑ったからではなくてこんな走りをしてる今の状況をずっとセンシングして予兆をかけて、リアトルクをずっとモニタリングして、例えば峠の下りのブラインドコーナーの先にアイスバーンでしたと。アイスバーンという時にはそこまではアクセルを開けながら、曲げですけど、うわっと思った瞬間にアクセルから離しますよね。離した瞬間に安定の制御に入ります。曲げのサポートではなくて、ドライバーが何をしたいかっていうのを車がその行動から読み取ってちゃんとそうですで制御してる。打角は止まる、わーっと思ってで止まる、あるいは打角をうわやばいと思って切り込みます、切り込んだ時にアクセルを踏んでたらサポートします、踏んでなかったブレーキに踏み替える瞬間にはもう安定の制御に入るんで、そういったところで先読みしておそらくこうだろうというふうになってます。今回マツダのドライブトレイン開発部の根木康さんお越しいただいて AWD のお話をじっくり聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。AWD でマツダってそんなになんとなくイメージとしてあんまり分からなかったんですけれども、どういう思い出というか、どういう車を作りたいと思って今回開発されたんでしょうか。はい、やはり4WD といいますか、AWD ですので、AWD 安心安全に走る喜びを、感じていただきたいと。でかつ燃費がいいということを目指してやってきております。なかなかない AWD のイベントということで、何か特別なことをしたいと思いましてCX5 の AWD オーナメントを購入しまして帽子につけてまいりました。ありがとうございます。絵的にも分かりやすくていいと思います。で、AWD でその今までのやっぱりマツダの走りの味っていうのはなんかどういうふうに表現されるんですか。はい、走りの味っていうのは EWD も同じ、味といいますかビアドライバーというところで、AWD でユニークなところっていうのはどんな路面でも人と車が一つになれるというところです。なるほど。車と一つになれる、意のままに操れるみたいなところだと思うんですけれども、その今回、AWD で機構的にはどういう仕組みになってるんでしょうか。はい、形式としましては、アクティブオンデマンドカップリング方式です。オンデマンドっていうと、割とこの生活四駆っぽい響きがあるんですけど、それとは違う。走る喜びと実用燃費で、従来ですねこの 4WD 傾向を上げていきますと燃費が悪くなり、で燃費を良くしようとすると、4WD 性能が低下していくというトレードオフの関係にあったところをブレイクスルーしまして、理想の 4WD を目指しました。その一つのそのブレイクスルーのきっかけというか気づきみたいなところはどういうところにあったんですかね。はい、やはり4WD といいましても実用燃費を向上させるという命題を与えられまして考え抜いた挙句、
それはエネルギーロス最小化という考え方でやりますと両方とも良くなるということが分かりまして、今回この AWD を開発できました。はい、エネルギーロスっていうと、例えば燃費良くするためにやっぱり肉の方がいいわけですね、その一般的な考え方として。はい、一般的に。ところが、路面状況によってはもしかしたら4駆にした方が、はい、FF だと滑っちゃうようなところも4駆だと滑りなく加速したり、走っていける。だからそのトレードオフの関係が実はちょっとこう、複雑な方程式みたいなものをクリアしていくと、正解が FF じゃない場合もあるっていう。はい、その通りです。はい、うちの AWD はちょっとよそと違うで誇れるというか、ちょっと言っておきたいアピールポイントっていうのはどういうところですか？走破性において。はい、走破性におきましては、例えばですね、雪の坂道でハンドルを切って発進するようなシーンでもこういう場面では滑る車も中にはいるんですが、何事もなく普通にドライルを走るようにスッと登っていくというところをアピールポイントだと思っています。いわゆる、オンデマンド4駆の多くは、フロントが FF ベースであればフロントが滑ってリアにっていう。そうですね。だけど今回はそのアクティブということで、予測制御、はい、フロントが滑りそうだなと思ったらもうあらかじめリアをトルク配分して回していくっていうのが制御がされてるそうなんですけれども、それってどういうふうに見てらっしゃるんですか？なんか滑りそうだなっていうのは車に目がついてるわけじゃないですし、どういったところで判断されてるんですか？はい、路面状態、路面ミューですとか、あと路面勾配、それとドライバーが、どうしようとしてるか、アクセルガイドですとか、打角ですとか、そういったところを取りまして信号を検知しまして必要なトルクをかけに行きます。同時にですね前輪のスリップ具合も検知しておりまして、滑る予兆を検知しましたら、路面状況とドライバーの走行意図から決めたトルクに対して、リアへのトルクを増やしていくということをやっています。そうして不安感なく走行することができます。路面ミューを見るっていうのはこれまでにもエンジン制御だったりとか、滑ったのを感知してっていうのをやってましたけれども、ステアリングの、切り始めた頃にも早めにやっとくっていうんでももしかしたらアクティブオンデマンドって言えるかもしれないですけれども、もうそれよりも早めにやっているっていうのは聞くところによるとワイパーを動かしてるとか、外気温を見たりとかっていうところですごく新しいプロアクティブ的なことができているというふうに伺ったんです。そのあたりはどうでしょう？はい、路面ミューといいますか路面状況を検出するのに先ほど言われました濡れているとかですね、雪があるということを路面ミューですとか先ほど言われたワイパーも含めて、検知しております。タイヤが前輪が操舵することによって切れる、その時の抵抗ですとか、この駆動して滑り気味になるというところも検出しまして、路面状態を検出します。ステアリングを切った時にタイヤからと路面の接点からの反力、抵抗を見て滑りやすいかどうかっていうのも、これってなかなか今まで各メーカーやってそうでやってなかったみたいな。そうですね。そうだと思います。実際人もですね足を使ってこじってみたり、こすってみたりと、それと同じようなことです。例えて言うなら、触覚、昆虫でいう触覚のような感じですね。実際触ってみて検知すると、そういうところです。これまでにもアクティブオンデマンドと言われている4駆車はあったと思うんですが、これまでにないトルク配分の考え方みたいなのっていうのは今回どうでしょう？マツダのこのアクティブ AWD において、
トルク配分の考え方ってどういうふうに考えてらっしゃいますか？はい、エネルギーロス最小化ということで、そのエネルギーロスっていうのはですね、3つからなりまして、フロントのタイヤスリップロスとリアタイヤスリップロス、それと 4WD のユニットの機械損失、この3つが最小化するように、エネルギーロスが最小化するようにという考え方で制御しています。なるほど。でもやっぱり四駆に僕らが期待するのっていうのは、例えば雪道だったり、雨の日に滑っちゃいそうなところでちゃんと四輪が全部駆動してくれるっていうところがすごく期待するところなんですけど、環境だけじゃないですよね。だけではないです。そのエネルギーロス最小化って言ってますけども、前輪を滑らせないっていうところで走る安全安心に走るというところは担保されている。同時に成立すると、燃費と、エネルギーロス最小化ということで、燃費と安全安心の走る喜びはどっちも両立できるということになります。なるほど。走りももちろんやるし、環境ももちろんやっていくと。これは、この四駆システム AWD システムはもう、全モデル揃ったという、全部同じ考え方でやられてるんですか？そうです。どうなんでしょう、SUV の性格とセダンの性格とって分けた方がいいかなとか、そういうのはなかった？はい、それはですね、SUV とは言いましても黒缶ではありませんで、乗用車の範疇に入ると考えています。ということは車格が違っても走るところは同じですから、同じ考え方の AWD でいけると考えています。ありがとうございます。聞くところによると、この AWD、CX5 デビューの時からすでにこの仕組みだったんだけど、我々メディアもちょっと足らない部分気づかなかったっていうところでちょっと恥ずかしいんですけれども、 AWD ちょっと一度試乗して雨の日とかですね、気に入ったらちょっと考えてみてもいいんじゃないかなと思います。僕個人的に AWD 大好きなんで、またちょっと試乗してみたいと思いますけれども、どうもありがとうございました。ありがとうございました。